こんにちは、ソニック研究員の KT です。突然ですが皆さん、ゲームで今でも覚えているワンシーンってありませんか？例えば、感動して泣いてしまったシーンや、背筋が凍るような恐怖映像など、印象に残るシーンって色々ありますよね。そんな中で今回は、歴代ソニック作品から厳選した最高に盛り上がる名シーンを7つ見ていきましょう。どれもソニックの魅力を凝縮したような素晴らしいシーンなので、ぜひ楽しんでいってください。またこのチャンネルでは、他にもソニックのゲームやキャラクター紹介、ランキング動画や最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速スタートです。ソニックの名シーンといえばこのシーンは欠かせません。ソニックアドベンチャーのラスボスパーフェクトカオスに挑むシーンです。パーフェクトカオスとは今作の敵であるカオスが全てのカオスエメラルドの力を吸収した姿です。カオスはもともと心優しい性格でチャオたちと平和に暮らしていました。しかし今からはるか昔、ナックルズ族がチャオたちを傷つけたことに激怒し、世界を滅ぼしかねないほど大暴れします。その時はティカルという少女がカオスを封印したのですが、カオスの怒りと悲しみは癒えておらず、封印が解かれた現代でも再び世界を滅ぼそうとしてしまいます。そんなカオスを止めるべくソニックの元へカオスエメラルドを持った仲間たちが集まってきました。今作のプレイヤーキャラが総登場して最後の戦いに挑む、たまらなく熱い名シーンです。エミー、ねえ、これみんな。カオスはエメラルドのパワーを怒りと悲しみで引き出した。でもソニックなら本当の使い方を知ってるよね。それができるのは悔しいがお前だけだもんな。ソニック！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 カオスエメラルドの力を引き出すのは怒りや悲しみだけじゃない。僕らがソニックを思い、ソニックがみんなを思う、そんな心だって大きな力を生むことができるんだ。続いてはソニックアドベンチャー2よりラストシナリオの名シーンです。今作でエッグマンは宇宙に浮かぶスペースコロニーアークに搭載された巨大レーザー砲を使って世界征服を企みます。物語の終盤、レーザー砲の動力源であるカオスエメラルドを全て集めたエッグマンは意気揚々と装置を起動します。しかしレーザー砲は起動せず、なぜかアーク自体が地球に向かって墜落を始めました。実は50年前にアークに住んでいたエッグマンの祖父プロフェッサー・ジェラルドがカオスエメラルドを全てセットすると墜落を始めるようにプログラムしていたのです。彼はとある理由から人類を恨み世界を滅ぼそうとしていたのでした。アークに来ていたソニックたちは落下を阻止しようとします。今作のラストシナリオは熱い展開の連続ですが、そのスタートを切る名シーンです。じいさんの言う通り、このままコロニーがぶつかったら地上は塵一つ残らんぞ。あのマッドサイエンティそりゃストめ。あんたのことでしょ。とにかく早くコロニーを止めなきゃ。おそらくコロニーの推進力もカオスエメラルドの力によるものじゃ。まずはその暴走を阻止せねばならん。でもどうやって？一つ方法があるわ。あんたの宝石よ。あんたあの時言ってた。マスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を抑える役目があるって。確かにこいつを使えばこの暴走を止められるかもしれない。カオスエメラルドの反応はコロニーの最深部に移動している。もう間に合わないよ。いや、わしら全員が力を合わせれば最深部まで最短ルートを通っていけるかもしれん。任せとけって。走ることなら誰にも負けはしないさ。よーし、作戦スタートじゃ。
続いてソニックワールドアドベンチャーよりチップの覚醒。チップは今作の初めに出会う不思議な小動物です。ずっと記憶を失っていたのですが、物語の終盤でチップの正体が星を癒す力を持つライトガイアであることが判明します。そして今作のラストで星の破壊者ダークガイアを前にし、ついにチップが覚醒するのです。チップ、逃げろ。大地を癒す7つの光よ。なんだ。どうした？なんということや。神殿か。今こそ目覚めの時だ。続いてはソニックと暗黒の騎士よりエクスカリバーソニックへの変身シーン。本作は実在する物語アーサー王と円卓の騎士の世界が舞台で、なんとソニックが剣を持って戦います。Wii リモコンを振るとソニックが剣を振るという直感的な操作が魅力のゲームです。本作ではマリーナという魔導士によってソニックがアーサー王伝説の世界に召喚され、悪に染まったアーサー王を倒すよう頼まれるのですが、物語の終盤でこのマリーナこそが真の黒幕だったことが判明します。彼女はアーサー王の物語が滅びの結末を迎えることが納得できず、世界全体を黄泉の国に引きずり込むことで滅びのない永遠不変の王国を作り上げようとしていたのです。強大な力の前に全く歯が立たないソニック。あまりに一方的な展開に円卓の騎士たちもソニックを止めようとしますが、ソニックは戦いをやめません。どんなピンチでも自分の信念を曲げないソニックの姿、そしてその先にある奇跡、必見です。バカ野郎、もう騎士道なんて関係ないだろ。逃げろ、頼む、逃げてくれ。騎士道なんて花から関係ないさ。俺はただ俺の行きたい道を行きたいだけだ。ソニック！これは失われて久しい聖剣の光。みんな武器を。大聖剣エクスカリバーよ。じゃあ行くぜ。続いて2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグよりシャドウ編のラストシーン。シャドウ編のラスボスメフィレスを封印しようとしますが、メフィレスの力が強すぎて封印に失敗。そしてメフィレスから世界は必ずシャドウを裏切ると言われます。実はメフィレスは未来の出来事を知っており、それによると将来世界が崩壊し、人々はその責任をシャドウに押し付けてシャドウを封印してしまうというのです。物語中メフィレスは何度もこの事実をシャドウに突きつけ、人類を捨てて自分の仲間になるよう説得してきました。その度に要求を拒否してきたシャドウですが、最後はどうするのか。過去作のシャドウを知っているとより心が熱くなる、シャドウ好きにはたまらない名シーンです。君の力が加わる。もはや10年前のようにはいかないのさ。
残念だけど君の力では僕を止めることはできないよ。どうかな。世界は必ず君を裏切る。なぜ戦う？君が命を懸ける価値なんかあるのかい？世界が僕の敵になるのなら僕は世界と戦うまでだ。ソニックシリーズの名シーンといえばこのシーンも外せないですよね。ソニックアドベンチャー2のラストアークの最深部に到着した後のシーンです。なんとかコロニーの落下を止めたソニックたちでしたが、安心したのもつかの間、今作のラスボスであるバイオリザードがアークを引っ張って自分もろとも地球に激突しようとします。世界を救うため、そしてマリアの願いを叶えるため、ソニックとシャドウが最後の戦いに挑みます。このシーンを見た人は間違いなくソニックの虜になることでしょう。かくいう僕もその一人です。最後は2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグよりソニックの復活シーン。こちらは今作のラストシナリオで描かれるシーンです。このラストシナリオではなんとソニックが殺されてしまうという衝撃的な展開を迎えます。その後今作のラスボスソラリスによって時空が破壊されるのですが、その影響で時間の概念がなくなり、ソニックの魂を呼び戻せる可能性が浮上。カオスエメラルドの力で奇跡を起こすため、仲間たちが時空の狭間を駆け回り、全てのカオスエメラルドが集まりました。この2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグはストーリーが素晴らしいのが特徴ですが、中でも美しい映像と壮大な音楽で最高の盛り上げを見せてくれる、まるで映画のような名シーンです。だから今度は私の番。私はどうなってもいい。だからお願い、ソニック帰ってきて。私たちのところへ。ありがとう、エリス。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ソニックの熱い展開はどれも素晴らしいですよね。最近はこのような盛り上がりシーンはあまり見られませんが、来年の新作ではぜひ期待したいです。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価をお願いします。また皆さんの好きなシーンなどどしどしコメントしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。